どうもチャンネルでトロキッズへようこそ。鉄オキッズです。さあ今回のテーマはみんなが大好き可変機のプラモデル。何か乗り物とかが変形してロボットになったりとかそういうやつですね。ただこのプラモはみんな作ったことある人少ないんじゃないかな。こちら青島さんの可変ミニ合体飛行機シリーズ、ちゃんと4体揃ってるんで合体させちゃうよ。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ。さあ今回の青島さんの可変ミニ合体シリーズ、こちら車シリーズと飛行機シリーズの2パターンありまして、今回はその飛行機シリーズの4種類のキットをご紹介していこうと思います。まずはこちらのジャンボジェット機ですね。続いてこちらスペースシャトル。当時のキッズたちにとって未来宇宙を感じさせるようなものの代名詞、それがこのスペースシャトルでした。お次はこちら戦闘機 F15 イーグル。今では超ベテラン戦闘機となってしまいましたが、運用が1976年からですので、おそらくこのキットが発売されたであろう1980年代前半には最新鋭機としてバリバリに活躍してたんじゃないでしょうかね。最後はこちらヘリコプターヒューイコブラ。ヘリコプターっていうことでね、スペースシャトルの時点でって思ったんですが、正直飛行機じゃないじゃんっていう意見もあると思います。しかしながら、空中を飛ぶという観点から見れば講義の意味で飛行機と言っても良いと私どもは認識する次第であります。以上で私の答弁を終わります。さすがにそこは青島さんということで飛行機の定義は結構緩いんでしょう。箱を見た感じ当時のお値段は100円。300円の値札がついておりますが、おそらくこちらは4体セットで300円で売られてたんじゃないでしょうかね。可変機といえばアニメのマクロスのバルキリー、それからゼータガンダム、あと車だったらトランスフォーマーを思い浮かべる人が多いんじゃないでしょうかね。でもあれらはもともと乗り物からロボットに変形するようにメカがデザインされてるんですよね。ただこの可変ミニ合体シリーズ実在する乗り物ですから、このジャンボジェットがこうなるんですよ。どう変形してこうなるのかめちゃくちゃ気になりません？このスペースシャトルもこの挟む感じの指とかどっから出てくんのかな。この F15 に関してはバルキリーのモデルになった F14 とかなり近いフォルムをしてますので、だいたい想像できますよね。いや、想像したのとだいぶ違った。そしてこのコブラがどうやって変形してロボットになるのか。いや、もう絶対パーツ増えてるよね。変形だけではもうどうやってもこの部分ないよね。そしてこの可変ミニ合体シリーズ、ただ乗り物がロボットに変形するだけじゃないんですよ。可変ミニ合体シリーズですから。箱の側面にその3つの遊びが載っております。まずはアクション1。アクション1って読まれたくなかったんでしょうね。アクション11って書いてあります。ワンタッチ組み立てで飛行機遊びが楽しめる。これはそのまま飛行機として組み立てて遊ぶ遊び方ですね。続いてアクション2。ジャンボからジャンボロボへ可変。飛行機からロボットに変形させて遊ぶんですね。そして最後はアクション3。飛行機からロボへ可変、さらにドッキングロボへ合体。つまりこの可変ミニ合体飛行機シリーズの4種類のロボ全てが合体してドッキングロボになるんですね。それがこちら。どう？
すごくない？この青島さんのミニ合体シリーズっていろんなパーツを自分なりに組み替えて合体遊びができるっていうのが醍醐味なんですけど、でもこのドッキングロボいろいろ組み替えて遊んでる間にたまたまできちゃうやつじゃない？あんま最初っからこれが正解だっていう感じのフォルムじゃないよね。いやー気になる。これはもう全部作ってドッキングロボ完成させてみるしかないですね。それではまずはこのジャンボから作っていきましょう。箱オープン。箱絵を見る限りちょっとしか使われてないはずの赤と黄色が成型色。もうこれぐらいじゃ驚かなくなりました。そしていつものように箱の内側に組み立て説明書が載っております。そして箱の内側側面に飛行機シリーズのラインナップとドッキングロボの完成図。飛行機シリーズではドッキングプレーンロボっていうんですね。そして反対側面には車シリーズの方も載っております。こちらはドッキングロボはドッキングカーロボですね。さあジャンボ飛行機形態の方完成しました。さあ続いて飛行機形態からロボ形態に変形をさせたいんですが、これ可変というよりも腕、足、顔などなどどっちかというと組み替え。この飛行機を変形させるのではなくてパーツを組み替えてロボットにする感じみたいですね。足のパーツ肉抜きがすごいですね。っていうか全肉抜き。顔結構かわいい。じゃあちょっと組み替えていきましょう。これをまず外すのか。外してこれが後ろに来る。これ全部腕になるんだな。ちょっとはまりにくい。これが腕になるのか。腕、胴体の後ろの方2つに分けて足になるのね。ここかな。こうか。でこれがここの穴に来るんだ。足両足ついてなんかちょっとそれっぽくなってきた。そして最後顔。完成。かっこいいとは言わないけどかわいいよ。続いてスペースシャトル。成型色グレー珍しくない？全然グレーで合ってるんだけど、なんかこのシリーズって赤青黄みたいな派手な色のイメージ。スペースシャトル自体は真っ黄色だ。でやっぱり腕や足を付け足す感じ。でもこの腕いかにもって感じでいいね。やっぱロボットはこうじゃなくっちゃね。さあこちらも組んでいきましょう。思ったよりパーツ多いな。可変のための接続パーツが多いのかな。スペースシャトルってこんな感じのピトー管ってついてたっけ？はい、スペースシャトル完成。なんかあんまりスペースシャトルっぽくはないかな。
全体のバランス的に。でもまあなんかこれはこれでかっこいい。でもやっぱこの微糖感みたいなんついてたかな。続いてこちらをシャトルロボにしてみましょう。追加のパーツはこれ、腕と足っていうか、もう腕と足追加したら何でもロボになるでしょう。やっぱ腕かっこいいな。ザクタンクみたいなね。はい、シャトルロボ完成。ゲッツ F15 イーグル行ってみましょう。オープン。おお、また渋めの成型色ですね。グレーとダークグリーン F15 には合うんじゃないでしょうかね。ただまあ F15 の飛行機部分、これ全部グレーだったらね、バシッとそのままはまったんじゃないかなとは思いますね。まあパーツ数的にもね、あんまり間違えることはないと思いますので、もうランナーからどんどん切り離していきましょうね。さすがにこのコックピット付近スカスカなんですけど、まあこれはしょうがないかな。ちょっとこの辺緩いかなと思ったんですが、なるほど、もうこの羽のところのパーツで横からガシッと止めるんですね。これで安定感出ました。さあ F15 イーグル完成しました。まあね、F15 イーグルというよりはイーグルロボに変形することを前提として作られてますので、F15 としてはちょっと変なフォルムというか、まあ正直 F15 っぽくはないよね。あとやっぱ隙間はいいとしても、ちょっと首が座ってないのがね、これがちょっと残念かな。さあ続いてイーグルロボに変形していきましょう。はい、イーグルロボ完成しました。いや私もね、あえて比較はしないようにしてたんですが、それでもやっぱちょっと思っちゃいましたね。やっぱバルキリーってほんとよくできてたんだな。なんかこのイーグルロボにするよりガウォークっぽくした方がかっこいいんじゃないかな。できないかな、なんちゃってガウォーク。ダメだ、無理やりやってみたけどあんまりかっこよくならない。それじゃあラストコブラいきます。成型色は赤とダークグリーン。どうなんだろう、成型色は個体差あんのかな。この頃のキットにはよくあったよね、そういうの。同じロボ買っても成型色違ってたりね。っていうか肉抜きの思い切りが良すぎるでしょ。もうここまで来るとすがすがしいね。さあまずはコブラ部分の組み立て。いやもちろん最後まで組んでみないと分かんないんだけど、これまでで一番かっこよさそうな雰囲気あるよ。お、やっぱ結構かっこいいんじゃないですか、このシルエット。孤独なシルエット。さあコブラ完成。いややっぱりかっこいい。なんか色的にも一番合ってる気がする。続いてコブラロボに変形です。結構パーツ外すんだな。こうか。でもそれっぽい。一番可変機っぽい気がする。これ邪魔になんな。どうすんだろう。ついてる仕様になってるけど、この赤いの邪魔になる。いけるのかギリギ
ちょっと前傾姿勢にしていくのかな。はい、コブラロボできました。コブラ単体で完成した時に抱いた期待ほどはかっこよくなかったかな。でもやっぱりこの4つの中では一番変形ロボ感があるかな。というわけで4体全てのプレーンロボが出揃いましたので、こっからいよいよ皆さんお待ちかね、ドッキングプレーンロボに変形です。ただそのドッキングプレーンロボの変形のさせ方、説明書にも箱にもどこにも載っておりません。なのでこのイラストを見ながらなんとかやってみようと思います。足はおそらくこれだよね。ジャンボの足なんじゃないかな。ジャンボの足だけど股間の部分はコブラっぽいぞ。股間の部分にコブラが来るのか。股間のところにコブラってなんかちょっと卑猥な感じに聞こえるね、聞きようによっては。ここかな、ここで合ってるのかな、後ろの穴かな。こうかな。いや違う、これここからで、しかも足はこっちだ。イーグルロボの足だ。じゃあコブラがだいぶ下の方まで来ちゃうな。これでいいのか、下半身で。コブラの上のところには思いっきり飛行機が来るよね。もうすごい飛行機だもんね。こう、後ろにスペースシャトルかな。こうか。じゃあこの上の部分外さないと。これでこうか。わかった。一番上の部分こうだ。こうなって、これが一番上に来ると。はいはい。で腕はどこから出る？取れた。おそらくこれで合ってると思うんですよ。っていうかね、こうしか組みようがない。率直な感想言っていいですか？ぐちゃぐちゃ。完成図を見た時に言ったように、ただめちゃくちゃにパーツをくっつけて遊んでたらこうなるっていうような形。もう横とか見てみても分かる通り、特にロボットっぽくもないよね。もうこればっかりは好みの問題もあるから、皆さんよかったらコメント欄で率直な感想を書き込んでいただけたらなと思います。それではここまで全ての完成写真をご覧ください。どうぞ。というわけで今回は青島さんの可変ミニ合体飛行機シリーズを見ていただきました。正直なところ青島さんのミニ合体のシリーズの中ではあまりいい出来ではないかな。ただでさえミニ合体っていう要素があるのに、それにさらに一体一体が可変機になるっていうのはちょっと無理があったんじゃないかな。でもそこはほらね、青島さんだから
逆に考えれば青島さんなのにちょっとしか無理がなかったんだから、このむちゃくちゃな感じも昭和らしくていいんじゃないでしょうか。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよっていう人はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな明日もお仕事頑張ってね。